皆さんこんにちは、なるです。今回は雄大な富士の眺めと温泉の恵みに抱かれた箱根にやってきました。箱根は江戸時代から続く7つの温泉郷に明治時代以降に開かれた10の温泉郷を加えた17の温泉郷を有しています。また国立公園に指定された山々や湖など大自然の絶景が広がる癒しの聖地です。見どころいっぱいの箱根ですが、今回は箱根観光の定番中の定番、箱根ゴールデンルートを巡ってきました。箱根で今回訪れたエリアの紹介です。1、箱根湯本エリア。箱根の中心エリアです。交通機関も集結しており、箱根の玄関口となっています。箱根最大の温泉街があり、老舗の旅館やお土産屋が並び、大勢の観光客でいつも賑わっています。箱根登山電車は箱根湯本から強羅までの 8.9 キロを約40分かけて走る山岳鉄道です。2、強羅エリア。強羅エリアは湯本に次ぐ温泉郷としての賑わいと、かつては高級別荘地だったことでも知られています。温泉だけではなく、美しい庭や美術館の数々、そして四季折々に移り変わる自然の景観は、のんびりと散策するのにぴったりです。強羅駅は箱根登山電車と箱根登山ケーブルカーの乗り換え駅となっています。箱根登山ケーブルカーは強羅駅から総雲山駅までを運行しています。3、大涌谷桃源台エリア。大涌谷は3000年前、箱根の最高峰の神山が箱根火山最後の水蒸気爆発を起こした爆裂火口で、今も噴気が立ち上る箱根の代表的ビュースポットです。箱根ロープウェイは総雲山駅から大涌谷駅までを15分、大涌谷駅から桃源台までを30分でつなぎます。標高741メートルにある桃源台駅は、箱根ロープウェイや箱根海賊船、路線バスのターミナル駅です。箱根海賊船は桃源台港から箱根町港、元箱根港を結びます。4、元箱根箱根町エリア。元箱根箱根町港には海賊船が行き来し、富士の絶景が望める箱根を代表する観光地です。箱根神社や九頭龍神社、新宮も箱根を代表する観光スポットです。箱根町は江戸時代、東海道53次の宿場として賑わいました。箱根町港の駐車場入り口は、箱根駅伝の往路ゴール、復路スタート地点としても知られています。箱根関所も有名スポットです。また、今回は訪れていませんが、箱根随一のパワースポットである箱根元勤宮が箱根駒ヶ岳の山頂にあります。このエリアから箱根湯本までは箱根登山バスを利用します。箱根ゴールデンルートは反時計回りに回るのが一般的ですが、今回は時計回りで巡りました。また、このコースの乗り物が乗り放題で、何度でも乗り降り自由に利用できる箱根フリーパスというチケットがあります。料金は5000円です。箱根は首都圏から近くアクセスが非常にいいです。箱根観光の玄関口、箱根湯本までは公共交通機関の場合、新宿駅から小田急線のロマンスカーで最速1時間15分。また、東京駅新横浜駅からは東海道新幹線で向かうことができます。車の場合、首都高速道路、東名高速道路などを経由して箱根口インターチェンジから箱根湯本まで約5分です。芦ノ湖方面の桃源台を目指すなら東名高速御殿場インターチェンジから約35分です。
と間に合いました。やったー。一本遅いやつだと思ってたんですけど、早いやつに乗れそうです。やっとよかった。はい、芦ノ湖に来ました。来たっていうか、神社に行く途中に芦ノ湖がありました。芦ノ湖は火山の噴火によってできたガルレラ湖です。火山によってできたので、箱根のこの周りには温泉がいっぱいあるんですね。箱根神社は、源頼朝とか、家康が参拝されたことがある由緒正しい神社です。今は関東総鎮守箱根権現とめっちゃ読んでんじゃん。言うなよ、それは言っちゃダメです。まあ、そういう感じで尊敬されてきてて、開運とか運開きの神様として信仰されてます。はい。ありがとうございます。朝はすがすがしいね。確かに。空気がなんかよどんでない気がする。綺麗な感じする。確かに気持ちいいよ。春日大社の時もさ、そうだったじゃん、朝。すごい気持ちよかったから。やっぱ神社朝来るのいいね。確か一日の始まりって感じするよ。はい、まず平和の鳥居に向かいます。そこはすごい混雑するので先に行こうと思います。この平和の鳥居から本殿へ続く階段の数、何個あるか知ってる？知りません。声どうした？風です。声は風邪気味です。この階段の数はね、89段あるんだって。あ、そうなんだ。89は厄とも読めるよね。うん。だから厄落としの階段ってそう言われてるんだって。そう。本殿に着く間に厄を落として本殿に入りましょうということですね。はい。素晴らしい解説。はい、本殿の隣には九頭龍神社の新宮があります。九頭龍神社は少し遠い場所にあって参拝に行きづらいので2000年にこの境内内に建てられたそうです。皆さんに参拝しやすくなりました。
箱根神社から徒歩15分。芦ノ湖を眺めながらパンやドリンクを楽しめるお店です。ウインナーがハーブ効いててすごい美味しい。パリパリだよ。うまっ。眺めも良くて最高。確かにね。ね、芦ノ湖とさ、平和の鳥居を見ながらさっきのやつ見えるの。すごい気持ちいい。そういえばこのカフェは足湯に入りながらパンとか楽しめるみたいなね。そうなの。まだ3階かな。3階にあって10時からそれが楽しめるんだって。で今早いからねできなかったけど、いいよね。足湯に浸かりながらこの景色見れればさ、次はやってみたいな。特別選出は片道800円の追加料金で豪華でゆっくりとおくつろぎいただける海賊船に乗り込んで次の場所に向かいます。どこですか次は。次は桃源台に行きます。30分20分ぐらいです。片道。まもなく出港します。ご乗船いただき出港をお待ちください。はい、平和の鳥居を今通過します。わー、そして奥には富士山が現れました。めちゃくちゃかっこいい。わー、もう雪降ってるんだ。綺麗だね。これでお昼ご飯を食べに行きます。今日のお昼ご飯はワカサギです。楽しみ。ワカサギ食べたことないからどんな感じかすごい気になります。さっきの船のところから徒歩5分ぐらいの場所にあるお店に行きます。人気のお店みたいなので混んでるかな、どうなんでしょう。11時開始で今11時ぐらいなのでちょっと並ぶかもしれませんが、でもすごい楽しみです。ここです。ここ意外と空いてそう。本日休業ってなってる。嘘。嘘。金曜日って休業だったの？マジで。嘘。どうしよう。もうちょっと待って強羅まで行っちゃうか。なんか有名なやつあったよね、とんかつみたいな。そうだね、強羅に有名な候補あったよね。めっちゃ混むかもね、そこ。時間まだあるし、そっち行くか。ね。そうだね。よし、そうしましょう。ロープウェイに今乗ってます。箱根は駿河湾などから発生する水蒸気のため霧が出やすく、全然揺れまがなくてた強風の日も多いため快安定した適です。運航ができる複式対戦自動循環方式としました。で
で下を見るとゴンドラ紅葉して屋根上のます。装置で並列している2本のロープの4箇所を掴んで移動していますので、風速毎秒30メートルまで営業運転ができます。快適な乗り心地をお楽しみください。And look around to make sure you have all your belongings with you. すごい水蒸気が出てますね。確かにすごいね。大涌谷はね、うん。箱根火山の火山性地滑りによって崩落してこういう地形ができたんだって。で、昔は地獄谷って呼ばれてたんですけど、明治天皇と皇后がねここに来られるってことになったことに伴って1876年に名称が大涌谷に変更したそうです。なんで？地獄谷だとさ、ちょっと印象悪いじゃん。ああ、そういうことなの。昔の人はさ、ここでなんで死んじゃうかさ、科学的に分からなくて地獄谷って言ってたんだって。あその流れがなってたんだけど、天皇が来ることによって印象が悪いから変更したそうです。あ、すげえ。でしょ？あっちの方まで行ってもっと近くで見てみましょう。うん。卵も食いに行きますか。あ、そうだね、卵も食べようか。なんか河口のそばに来たら硫黄の匂いが強くなった気がする。ここで行き止まりみたいです。この先はなんか事前予約が必要なゾーンになるみたいです。で、この景色がすごい地獄みたい。確かに。木がもうこれ以上生えられなくて、あとなんか白いところがね、なんか恐ろしさを余計演出してる感じです。でもこの水蒸気が上がってることから生きている山っていうのも感じられて、山の力強さを感じることができる。それは素晴らしいコメント。すごい場所だよここ。確かにコメントも素晴らしかったね今。いただきます。味違う？なんか風味が違う。すごい温泉で作ったっていう味する。わかる？他のなんなん？なんか硫黄感がすごい。あ、そうなの？美味しい。これ1個食べると7年寿命が伸びるって言われてんだよね。4つ食べたら4つ食べたらやばいじゃん。28年か。すごいね。これより大涌谷駅を出発いたしまして、総分内駅までおよそ8分。海見えるね。海見えるね。すごい。海近いんだね、箱根って。
強羅駅で降りました。強羅駅すごい木造でログハウスみたいで山小屋みたいで可愛い駅でした。すごい賑わってました。みんな起点にしてるんだなっていうのがわかります。そしていよいよお昼です。もうめちゃくちゃお腹空いた。強羅駅の羽村というお店に今行きます。あった、あれだあれだ。いや。いただきます。ふわふわ。豆腐がすっごいふわふわで味染みてて、肩に甘酸っぱいタレが染みててすっごい美味しい。意外とボリュームあるよ。ひき肉もねちゃんと味しててすごいバランスいい。普通のとんかつとカツ丼とは違う。豆腐がメインだからヘルシーな。ああっさりしてるの。カツにね本当に汁が染み込んでてめちゃくちゃ美味しい。初めて食べたこういうの。初めての食感ですか、また。すっごい美味しいんだけど。うわ。熱いからうまっ。ね、美味しいよね。確かに初めての感覚だねこれは。なんか豆腐確かにヘルシーだね、カツっていうけど。そう罪悪感なくさ、確かに一皿食べれそうじゃない？確かに。でもカツ美味しいよね。味染みてて卵で閉じられてるのもさ美味しいよね。カツ丼の代わりみたいな感じで食べたいよ、この豆腐はあれ絹かな。絹絹です。絹絹です。違いわかるんで絹です。はい、これで公園か美術館に行きましょう。ケーブルカー乗ろうと思ったんですけどめちゃくちゃ混んでたので歩くことにしました。坂道を10分ぐらい頑張って歩きます。お腹いっぱいになったからね、ちょうどいいかも、歩いた方が。なんと公園が箱根フリーパスを持ってたら無料でした。なのでこっちも寄って美術館に行こうと思います。
箱根美術館を散策しました。ちょうど紅葉してて、紅葉と苔がねすっごい綺麗でした。紅葉と苔の組み合わせが最高でしたね。あと展示物も面白くて、焼き物の展示物が結構ありました。埴輪とか、なんだっけ、何かを捧げる女子の埴輪が面白かったです。はい、これでゴーライフまで戻って、今日最後の乗り物、箱根登山鉄道に乗って、箱根湯本まで戻って、ホテルに行きたいと思います。彫刻の森に停車いたします。出口は右側です。降りの際は足元大きな段差隙間にご注意。彫刻の森に停車いたします。出口は右側です。降りの際は足元。箱根湯本の老舗旅館万水楼福住は寛永2年の創業以来約400年の歴史を刻んできた由緒ある温泉宿です。国の重要文化財に指定されている旧館は、かつて徳川慶喜公や伊藤博文など時代を動かした偉人たちが宿泊された歴史的建造物です。当時の面影を残すお部屋を実際に見学することもできます。こたつもあってこんな素敵なお部屋に泊まることができて最高だよ。部屋にお風呂もついてるから次すぐ入れるし、露天風呂も夜中もずっと入れるって言ってたよね。確かに。楽しみだよ。源泉引いてるんでしょ、この部屋まで。あ、そうなんだ。言ってたよね、さっき。源泉が来るって、源泉？違うか。大浴場と同じのが来てるって言ってたよね。じゃあ温泉なんだ、部屋のやつ。それはすごいね。何回でも入らないと。夕飯も楽しみだね、この後。ほうれん草と菊のお花のおひたしになります。そのお隣が栗の渋皮煮になります。で緑の器の左側のお魚が小餅あゆのうま煮になりまして、そのお隣が絹かつぎ、里芋。いただきます。アワビいただきます。すげえ。歯ごたえ最高。コリコリしてて美味しい。普段アワビ食べないからさ。確かに。なんて言えばいいか本当にわからない。食べたことないやつ。そうなの。むずいね。比較ができないね。ホタテよりコリコリしてる感じ。ああ。確かにわかりやすい。美味しい。なんか海の風味も感じる。コリコリしてるかも。美味しい。最初のさ、踊ってる見た目からは想像できない美味しさ。最初踊ってる時ちょっとって感じだったけど、めちゃくちゃ美味しいわ。
柔らかくて油が甘い。あんなに分厚いのにさ、もう全然力を入れずに食べれる。ああ、溶けちゃうね。美味しい。牛の旨味が詰まってるわ。美味しい。もう一個食べよう。箱根湯本を歩きながら何かを食べたりして今日は楽しみたいと思います。粉砂糖かかってたちょっと甘いんでちょっとどう悪くはあんこと栗が入ってる。美味しい。栗渋皮だから甘すぎなくて美味しいわ。このちもとさん、ホテルのお茶受けで出たやつだね。確かめちゃくちゃ美味しかったよね。湯もちが美味しかったので、ぜひ皆さんも食べてみてください。このドラゴンなんてどうしよう。何がいいかな。レアチーズがいいな。すっごい口の中夏になる。美味しい。見た目も可愛いじゃん。レモンついててさ、それだけで気分上がる。このパリパリのやつ。玉ねぎ棒を買いました。めっちゃでかくない？こんなに大きいよ。いただきます。うまっ。このさ、かまぼこすり身がさふっくらしててさ、玉ねぎがシャキシャキで甘くてすっごい美味しい。